皆さんこんにちは。今日は2026年7月20日です。夕方16時ぐらいです。毎日暑いですね。動画の投稿がなかなかできてなくてすみません。夏の畑の様子を少し今日はご紹介していこうと思います。これがうちの自然農の畑です。左側は飛騨かぼちゃという西洋南京を育てていて、今年初めて育ててみているんですけれども、すごく勢いがある、品種だなと思っています。西洋かぼちゃですね。これが、小さな若い実です。こんな風に丸じゃなくて細長くなるかぼちゃですが、美味しいらしいので楽しみにしています。たくさん実がついていて、ここにも小さな実がついています。これからどんどん大きくなっていくと思うんですけれども、楽しみです。で、右側はここにね、紫唐辛子というピーマンのようなのが育ってるんですけど、まだこんなにちっちゃいです。これから8月9月にかけてたくさん取れてくるかなと思います。こちらがポップコーンですね。ポップコーン元気に育ってます。カラスに狙われるので鳥よけ紐をしています。こちらは花オクラですね。花オクラもまだ収穫はできてないんですけども、8月ぐらいにたくさん取れると思います。暑いのでね、最近あんまり雨が降ってないのでちょっと元気がない感じです。結構ね、畑が広いので一つ一つ詳しく説明しているとすごく長くなってしまうので、ちょっと全体的に映してみようかなと今日は思ってるんです。右側が空心菜なんですけど、でもね、近寄らないと何が生えてるのかわからないんですよね。これが空心菜ですね。この上のところを摘んで食べれるんですけど、炒め物とかね、お味噌汁の具にしても美味しいです。こちらがごまですね。金ごまの畝です。金ごまはばらまきして元気に育ってます。で、金ごまの向こうが、ピンク色のトウモロコシ、もちトウモロコシですね。まだ収穫はできてないんですけど、これからです。夏野菜ね、なかなか早く取れるように育てるのが難しくて、これは丸オクラです。丸オクラはもう食べ始めてます。これ今日収穫しようかなって感じですね。丸オクラも元気です。丸オクラの隣はジュバイキュウリです。ジュバイキュウリがね、今一番よく食べているものですね。すごくよく育っていて、どうなるかな。こうやって毎日葉っぱをかき分けながら収穫しています。ここね、ありますね。ちょうど良さそうなのが。こんな感じで、地面に広がって育つ品種なんですけど、柔らかくてシャキシャキしてて、ものすごく美味しいです。こちらはさつまいもです。草に埋もれちゃってますね。今日明日にでも草を刈って救出しようと思ってるところです。でもね、埋もれながらも元気ですよね、さつまいもは。本当に元気です。救出したらまたさらに元気に育つんじゃないかなと思っています。あとこちらはこちらも西洋かぼちゃなんですけど、
東京方向かぼちゃっていう、これも、よいしょ。こんなかぼちゃですね。とってもうまくいってると思います。今年は美味しそうに育っています。葉っぱも元気ですし、これからまだまだできてくるんじゃないかなと思っています。早速ね、カラスの被害に遭ったんですよ。それで、こんな風にカラスよけ紐をしています。1個つつかれて食べられちゃったんですけど、この紐をしてからはピタッと止んでいて、本当にうちら辺のカラスには効果的な方法ですね。この鳥よけ紐を貼るっていうのが。畑、そうですね。ここはごぼうが植わってるんですけど、これがごぼうですね。ごぼうは、冬に食べる感じですね。まだ夏にはあまり食べないですけど、草の管理ですね、夏の仕事は。あとあの辺もちょっと植わってるものもあるんですけど、ちょっとざっと、こちらが里芋ですね。愛知早生という品種になります。とても元気です。元気に育っています。で、こちらがさつまいも。さっきのは紅はるかという品種で、こちらは紅まさりというまた違う品種になります。どちらも美味しいです。あと、こちらが、これはモロヘイヤですね。モロヘイヤもまだまだこれからなんですけど、今日にでもこのトップを摘んで、そうすると、また脇芽がどんどん生えてきますので、そろそろトップを摘もうかなと思っているところです。あと、こちらは、ゴーヤとヘチマです。まだ全然食べてないです。これからですね、8月、9月ですね。やっぱりこれも遅れちゃいましたけど、楽しみにしているところです。小さな花芽もついています。ここはネギの畝です。ネギの隣は、これはオクラですね。ダビデの星というオクラになります。これも小さな実がついてるところで、まだこれからですね。これからです。この隣もトウモロコシ。これももちトウモロコシなんですけど、タイのもちトウモロコシです。まだ実がなっていないので、これもまだこれからです。ちょっとこの間を通って、これが、緑ナスですね。緑色のナス。去年から栽培してるんですけど、とても元気で、育てやすいし、美味しいし、とても気に入っています。今年も楽しみにしてるんですけれど、まだ小さくて、実がなるのはこれからって感じです。もうそろそろ、花は咲いてきてるんですけど、どこだったかな。これは花が咲いたところなんで、近々ね、実を結んで
そうですね、7月中に食べれるかな、どうかなっていう感じです。ここはマクワウリです。マクワウリもまだまだですね、秋、でも夏中に食べれるかなとは思ってるんですけど、あと、これはね、ごぼうの種です。ちょっと、ここ取っちゃう。ごぼうの種ですね。こんな種なんですよね。私も育てるまで全然知らなくて。このイガイガした中に種が入っています。これをね、刺さるとね、結構痛いんです。こんな感じでごぼうの種はできるんですね。そして、こちらも里芋で、これは、石川早生という品種ですね。こちらは。とっても元気です。あと、田んぼですね。田んぼは、こちらに植えてるのが、あけぼのといううるち米です。で、下の段にも、あけぼのとか、あと、赤米とか緑米とか、タイの香り米とか、いくつかの品種を植えています。で、田んぼの周りのあぜに大豆を、こんな風に植えています。あぜで育てる大豆、あぜ豆って呼んでますけど、とっても育てやすくて、大豆に合ってるんですね。このあぜという環境が。毎年とてもよく育ちます。なんですけど、この前定食してすぐに、うさぎの被害に遭ったんですよ。こんな風にね、植えた上のところの茎と葉っぱをうさぎが食べちゃうんですね。もう半分近く食べられてしまって、がっくりきてるところです。でも今までの経験では、ここからまた復活して、それなりに育ったこともあるので、この根っことかもね、結構しっかりしてるんで、大豆の力を信じて見守ろうかなと思っています。そもそもね、でもウサギが入らないように周りの防御策をもっときちんとしないといけないんですけど、この前ちょっと強化したところです。また獣害対策の話とかもね、今後していければいいなと思っています。で、お米の方はこんな風にね、草の中に苗を植えていて、なんだかね、ちょっと分かりにくいとは思うんですけれども、草刈りにもう入らないといけないなっていう状態です。よく見るとね、苗が植わっている様子がわかると思うんですけど、こんな感じですね、まだ。オタマジャクシもいっぱいいます。田んぼの水をね、うちは寒暖換水で、田んぼに水をいっぱい張って、また一旦止めて、で、水が切れてきたらまた入れてっていう風に、メリハリをつけてやってます。ずっと水を溜めたままよりも、そちらの方が、一旦こうやって空気にも触れさせる方が、変な、滞りがなくなって、よく育つように感じてます。ずっと水を張ったままだと、なんか藻みたいなのが発生したりとか、あとなんか酸欠になった感じになって、お米の根っこが茶色くなっちゃったりとか、もちろん根っこだけじゃなくて地上部も、元気がなくなったりとか、そういう経験をしてるので、
水管理はそうですね、ちょっといろいろ気を使って、その時々で工夫しながらやってます。今は水を、朝から切ってる状態です。夕方ですね、もう少ししたら、また水を入れて、で、夜の間にいっぱいになるので、朝になったらまた切ってっていう風にしたりしています。ここら辺は早めに植えたところなので、苗がまあまあ育ってきてますね。ここは赤米です。ここはアジサイを植えてて、アジサイの奥が、この柿の木の下にこんにゃく芋を植えてます。ちょっと半日陰ぐらいの方がこんにゃくにはいいみたいですね。元気に育ってます。こんにゃく栽培の動画も過去に出してるんですけど、その時は畑に植える様子を見ていただいてるんですが、その後、夏がね、ものすごい暑いじゃないですか、最近。で、本当だったら10月ぐらいまで元気で10月ぐらいに枯れていくのがこんにゃく芋の本来なんですけど、8月ぐらいにもう枯れてきちゃって、で、掘ってみたら芋もなんかあんまりちゃんと育ってなくてみたいなことが起こってきたので、それからいろいろ考えて、この木の下の半日陰のようなところに植えるようにしてます。その方が元気です。なかなか暑さに負けて枯れるということにならずに、秋ぐらいまで元気なので、いいこんにゃく芋が、収穫できるようになりました。冬から春ぐらいにこんにゃく作りのワークショップとかもやってます。今年もできるかもしれないですね。こんな感じだったら、こんにゃく芋がしっかり収穫できたらしたいなと思っています。ここは果樹園ですね。果樹園というか果樹ですね。梅の木を2本植えてます。これ自分たちで植えた果樹なんです、全部。温州みかんとレモンと、一番奥は甘夏です。で、ここは冬瓜の畝ですね。まだまだ全然ちっちゃいんですけど、これからですね。これからまあ元気に育つと思います。冬瓜はいつもよくできるんで。下の段に降りてきました。これもかぼちゃなんですけど、これはつる首かぼちゃですね。日本かぼちゃになりますね。ちょっとできてきてるかな。こんな感じ。あ、なんか食べられてる。なんか食べられてる、これ。ちょっとこれも、紐張らないとダメですね。つる首かぼちゃも毎年元気です。これは本当に日本かぼちゃっていうのは日本の気候に合ってるんじゃないかなと思いますね。栽培が容易です。元気に勝手に育つので、こんな形のかぼちゃです。ホクホク系じゃないんですけど、すごく甘みがあって美味しいです。まだまだこれからたくさんできると思います。で、その奥は菊芋を植えてます。で、菊芋の奥にみょうがが植わってます。まあ、どちらも勝手に育つので、重宝しますね。
で、隣がミニトマトです。ミニトマトはね、うちはトマトが結構枯れちゃうので、毎年苦労してというか全然うまくできないんですけど、友達のアドバイスを受けて、今年は半日陰に植えてみました。毎年だいたいこのぐらいになったら枯れてくるんですけど、枯れてきてないので、うまいこといくかもしれないですね、今年は。青い実がなってます。そうですね、半日陰っていうこともあって、そんなに生育は旺盛じゃないんですけど、枯れるよりはいいかなと思っていて、そうですね、ちょっと見守っているところです。この奥に赤じそと生姜を植えてます。これが生姜ですね。あと土寄せをしないといけないですね。草刈りもしないといけないし。こんな感じです。ここはごまですね。黒ごまです。さっきのは金ごまだったんだけど、こちらは黒ごまを植えてます。で、金ごまはばらまきしてたんですけど、黒ごまは筋巻きにしてみました。ちょっと混み合ってるので、間引くか、間引いた方が良さそうですね。今日は、駆け足でしたけれども、自然農の田んぼと畑のご案内をしました。7月ね、もう暑いですので、夏野菜にいっぱい食べれたらいいなと思うんですけど、なかなかそんなに上手に栽培できてなくて、最近はもうキュウリばっかり食べてます。でもこれから、7月、8月、9月と、ナスとかオクラとか、かぼちゃとか、いろんなお野菜が食べれるんじゃないかなと思っています。動画をね、もっと投稿の頻度を上げていきたいなと思っていて、そうですね、あまり考え込まずに、その時の田畑の様子とか、今やってることを、撮影してお届けできたらいいなと思っています。皆さんとシェアしたいことは、もういっぱいあって、いっぱいありすぎて、毎日のようにね、こういうことを動画撮影したらいいなとか、お届けしたいなって、なんかきっかけたいなとかね、いっぱい思うことあるんですけど、もう毎日の、その日にやっぱりやらなければっていう作業がもういっぱいあって、それに追われてしまって、なかなか撮影とか編集とかできてない現状です。でも、なんとかね、自分が疲れないようなあり方で、もっと気軽に撮って気軽にお届けしてっていうのができれば、頻度を上げて、もうちょっと共有できることが増えていくんじゃないかなと思って、考えているところです。こういった田畑の様子、もし好評でしたらまた続けていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。では皆さん、夏バテしないように、休み作業、お過ごしください。ではまた。